はい、皆さん、こんにちは。年始トラベラー、アイアンウッドでございます。ゴールデンウィークヨーロッパ旅行をね、旅行記を3ヶ月にわたってお届けいたしました。ポンコツ野郎のポンコツ旅行記。10日間で7カ国回るんでね。これ参考になるなと思った人よりは、アホちゃうかと思った人の方が多いんじゃないかなとは思うんですけども、それでもね、その中のネタに関しては、皆さんの参考になることもいろいろあったかと思います。で、今日から、旅行の反省会やります。で、反省会の第1回目なんですけども、チケットがね、結構今回いろいろあったんです。事前にお話ししきれてないことがありますので、チケットの話をまずいたします。これが当初の例なんですけども、予約発見したのが2024年の5月の16日で、登場したのが2025年4月24日から5月の3日になります。で、こちらの表ですね。これ過去動画でご案内している通りです。これ私の方のチケット。私のチケットと妻のチケット若干違うんですけど、違うのはここのターキッシュエアラインズはもう一便妻はあるんですよね。で、私が失敗してるんですよね。大失敗したのは何か。マニラ出発が4月の26日。これ4月の25日じゃないとダメだったんですよね。それで、ポンコツ野郎のポンコツ旅行記。4人がバラバラでバルセロナまで行く羽目になっちゃったっていうことなんですけども。で、変更ってね、変更に関して、今まで私が航空会社にお願いして、こういう形で変更してくださいっていうことはお届けしてきたんですけども、そうじゃないんです、今回は。航空会社側から、こういった便の変更がありますって案内が来ます。355日も前に予約をしてますので、搭乗するまでの間に変更ってね、結構来ます。それに関して、全部丁寧に見てたらキリがないので、こちらの表をメインにお話をいたします。で、第1回目の変更なんですけども、10月に来ました。10月の31日夜中の0時52分。僕こんな時間寝てるからメールなんか見てないんですけども、この便ですね、5月の2日のミュンヘンから関西の帰国便が、出発到着が20分早くなりました。で、こういう場合、これ、軽微な変更。ね、これに関しては E メールが2通来るんです。ちょっとこれだけは E メールお見せしておきます。2024年10月31日1時52分。ANA よりご予約便についての重要なご案内が来ます。で、このメールのね、内容がね、正しいような、正しくないようななんですよ。もう僕見慣れてるから何も思わないんだけど、初めて見た人びっくりすると思うんですけども、いつも ANA をご利用いただきありがとうございます。ご予約のフライトに変更が発生したのでご案内します。ここなんです、次。旅行の取りやめを希望されるお客様は、払い戻しを受ける権利があります。なんです。で、どんなことが来たかってドキドキするじゃないですか、こんな文言を見たら。で、まず予約番号があります。搭乗者名があります。これちょっと妻のチケットですね。で、5月2日、LH74 にミュンヘン、大阪、関西、11時55分発6時55分、特典エコノミー。これが元のチケットです。で、変更になったのがどこかっていうと、ここですね。出発がちょっとだけ遅くなったんですね。で、到着もちょっとだけ遅くなったんですね。で、座席番号は僕が指定した通り変わってないと。特典エコノミーも変わってないと。で、これに関して予約の確認はここをクリックピュンとすると自分のマイページに飛ぶようになっております。10月31日2時6分ですね。E チケットが送られてきます。で、E チケットが送られてきて、で、これに関しても一緒ですけど、このマイページに飛ぶと確認できますし、E チケットはこのメールに添付をされております。で、これがいわゆる軽微な変更の場合の普通のパターンです。この重要なご案内が来て、で、ほどなくして E チケットが送られてくると。で、これもちゃんちゃんなんです。ですから、ここに書いてる払い戻しを受ける権利がありますって書いてるけど、実際はこれ払い戻しは受けれないです。僕過去に1回ね、コールセンター電話してお願いしたケースがあるんです。2024年のカウントダウンバンコク行こうと思って、チケット取ったけど、あんまり望ましいチケットじゃなかったから払い戻しもしたいなと思ってた。そういう時にね、これが来たんですよ。もうラッキーと思ってね、コールセンターかけたんだけど、ダメですよって言われました。
ダメな場合とダメでない場合は何でわかるかなんですけど、それはね、これなんです。E チケットが送られてきた場合は、払い戻しの権利はないんです。E チケットが送られてきてない場合に、マイページの方で承諾をしますっていうボタンが出るんです。で、この承諾をしますっていうボタンをプチュンって押しちゃうと、E チケットが送られてきて、払い戻しを受ける権利がなくなっちゃうんです。で、それを押さなければ、払い戻しを受ける権利、本当にあります。それも過去僕経験したことがあるんですけど、今回ね、1回もそれなかったんですが。はい、次行きます。2回目ですね。2回目に関してはね、同じ10月31日2時39分で、同じくまたルフトハンザなんですけど、今度はローマからミュンヘンの便が変更になっております。出発到着とも15分早くなりました。この日に何かヨーロッパで調整事があったんだと思うんですね。航空便に関して夏ダイヤ、冬ダイヤ、年に2回調整をするタイミングがあるんですけど、この時にヨーロッパの空港の調整があったんじゃないのかなと思っております。で次3回目もヨーロッパなんですよ。3回目はターキッシュエアラインズが来ました。マニラからイスタンブールですね。これ出発は変わってなくって、到着が20分早くなっております。で、この時実はね、僕のチケットにないけど、妻のチケットにある分、イスタンブール、バルセロナ、ターキッシュエアラインズ。こっちも変更メールが来てます。で、これが変更メールなんですけども、11月1日の21時30分にやってきてます。ターキッシュエアラインズ Change Your Flight Plan ですね。ターキッシュエアラインズで、あなたの、旅行日程が変更になりましたと。で、ここにDear 私の名前があって、予約番号があります。で、ここに、文言書いてるんですけども、翻訳したものを、要所だけ読みますね。運航上の理由によって、イスタンブール、バルセロナのフライトに変更がありました。新しいフライトオプションの確認や必要な手続きは、モバイルアプリやウェブサイトの予約管理ページで行うことができます。ご理解のほどお願いします。これ大したことないんですね。メール文言を見て。実際大したことないんです。もともと15時発だったのが14時20分発に変わった。40分早くなってますね。で、到着が17時35分だったのが17時5分だから30分到着が早くなってる。若干早くなりましたっていうことなんです。そうじゃなかった。これ簡単なことじゃなかったっていうことも起こります。とりあえず覚えとってください。4回目はね、12月の28日の朝5時39分にやってきます。またね、ルフトハンザ。何なんでしょうね。ミュンヘンから関西空港。これ、確か一番最初に変更になった便ですよね。ヨーロッパの出発、ミュンヘンの出発が10分早くなってます。関西着は変わってないです。はい、次も同日ですね。今度は6時59分にシンガポール航空、シンガポールからマニラの便ですね。これ出発到着ですね。早くなってます。出発が25分、到着が20分早くなりました。これも軽微な変更なので流します。はい、続いて1月の22日ですね。これは国内線です。関西空港から羽田空港行きのスターフライヤー。これが5分到着。羽田がね、遅くなりました。これも軽微な変更なので問題はありません。で、次7回目です。2月の20日なんですけども、ちょっともう一回先戻ります。この1月の22日、この頃が夏ダイヤの確定の頃なんです。だいたい1月の末頃に確定するので、それまでに調整をするタイミングっていうのが一発でするんじゃなくて何回にも分けでするんでしょうね。ですから10月の末かにあったり、12月にあったり、1月にあったりしたんじゃないのかなと思われます。で、こっから先はもう夏ダイヤ、冬ダイヤの調整じゃなくて、それ以外の調整なんですね。で、7回目の変更がありますね。7回目の変更が2月の20日の0時39分。ルフトハンザ航空です。ローマからミュンヘンが変更になりました。今回時間の変更じゃないんです。運航会社の変更です。ルフトハンザの本体からルフトハンザシティ航空、子会社に移管したというだけの話なんですけども、これね、メールを見たら本当大したことなかったんですよ。
メールなんですけども、2月の20日0時40分にやってきております。このあたりの文言一番最初に見たのと全く一緒です。で、私のチケットなんですけども、ここですね。変更の内容は、LH1871 が VL1871 になったと。便名の変更があっただけで、時間も座席指定の変更もないんです。もう何の問題もない話だと思いません？僕ははっきりと思いましたよ。問題は何かって、いいチケット送られてこないんです。ですから普通、このね、夜中ですから僕寝てますんで、起きる間に、次のいいチケットが送られてくるというのが普通のパターンなんだけど、この時いいチケットは送られてこなかったです。で、私の妻に関しては、2日後にいいチケットが送られてきたんです。で、僕何も思わなかったんで、その時ね、おかしいとも思わなかったもんで、ああ、そうなんだ、いいチケット送られてくるのはちょっと遅かったんだなって思ってたんですよ。で、私は送られてこないんです。ところがこんなメールが来ます。23日の15時37分ですから、3日後ですね。3日後に ANA より重要スケジュールのご案内ということで、これね、いつもと書式が違うんです。こことここ。さっきのね、見ますよ。全然違うでしょ。ですから僕ね、スパムじゃないかって思ったんです。で、なぜね、スパムだ思ったかっていうと、このあたりもね、なんかスパムっぽくないですか？僕はこれおかしいなと思って、ここのマイページ飛ぶね、リンクはクリックしなかったんです。で、この時は、このメールね、スパムだろうけど、一応置いとこうっていうような形で置いとったんですね。で、続いて24日15時36分。これはまたいつものパターンのメールがやってきます。で、私のシンガポール航空ですね、東京羽田からシンガポールに関して、到着がちょっとだけ遅くなりました。で、これ普通のパターン。軽微な変更のパターン。ということは、e チケットは普通に考えたら、速やかに送られてくるのに送られてこない。そういや、昨日変なメール来てたな。妻は e チケット来てるの、私来てないの。おかしいな。ということで、マイページを見ます。この時のマイページを PDF じゃなくて紙に打ち出してたんです。ちょっと白黒で打ち出したもんで、非常に見にくくて申し訳ないです。まずここにシンガポール航空のね、変更の話がありますね。フライト情報変更ありってなってます。それから下の方に行きます。で、ここにルフトハンザですね。フライト取り消し済み、別のフライトへ振り替え済みとなってるんですけども、おかしくないですか？ここ5月の1日、ここ5月の2日、これ本来この前にないとダメですよね。これなんで欄外になってんでしょう。もうこれ見たときに、これおかしいぞ。ね。おかしいぞっていうことで ANA コールセンターに電話をします。電話をして、ね。って、もう今回ね、もう思った通りに、もう過去もならなかったけど、今回もならないです。一体ルフトハンザと ANA の間何が起こってんって聞きたいのですけどね、なかなか僕がね、インサイダー情報を知りませんので、私の身の上に起こったことだけお話をいたします。その話は次回、しますので、来週の金曜日、チャンネル登録していただきまして、ぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。